優れたゲームシナリオっていうのはエンタメなんで、最終的にお客様が楽しんでいただけるものが優れた商品であると。でその優れた商品を成立させるために存在しているのであれば優れたシナリオなんだなっていうふうに個人的には感じます。だから例えばある特定の形やなんかテーマがないといけないとか、この短くないといけないとか長くないといけないっていうような、そういうなんかフォーマットや型っていうのはあくまでその付随する味付けであって、一番その最終的なお客様の喜びっていうところに従属するものであれば、形としては何でもいいかなと。そのお客様の喜びに奉仕してるんであれば、それは優れたシナリオだなというふうに感じます。基本はゲームはお客様のものになってほしいなと思って作っているので、どちらかというとインタラクションと呼ばれているものが本当はもっと 100% お客様が表現できることが一番理想なんですけれども、ゲームの作る限界があって、インタラクションという言葉で定義されるやれることっていうのがすごく狭いことしか今できてないなっていうふうに思ってます。ただこれからいろいろ例えば AI とかでいろんなものが生成されるような時代になったら、今インタラクションっていうふうに定義されているものはもっと緩やかに変わっていって、お客様に寄り添って願いを叶えるようなものになるんじゃないかなっていうふうに思ってます。例えばある特定のモチーフがあったとして、それをアクションゲームみたいなアプローチでクリアすべきなのか、アドベンチャーゲームみたいなものでクリアすべきなのかをお客様のなんかプレイの様子を見て、なんかその徐々に変化していくようなゲームとか、そういうなんかこう形に今後はなってくるんじゃないかなって考えてます。だから今はどちらかというとそういう未来に向けてあるものでなんとかそういう豊かな世界をごまかして見せていくっていうことを頑張ろうとしているところですね。こう言ってることがコロコロ変わるらしくて、なんかその辺がすごい飽き性なところがあるなって自分でも思ってるんですよね。だから例えば主人公がどういうキャラクターであるかっていうのって、なるべく飽き性な自分がそれでもなんか飽きずに作れるように、なんかそれも同じ形じゃないものを作りたいなっていうふうに思ってるんですけれど、キャラクターって自分の人間性というかキャラクター性があって、そのある断面を切り取ってそれを描いてるに過ぎないので、自分じゃないものって基本的には表現できないと思うんですよね。理解できないから。いろんな断面を切り取っていろんな側面を見せてるつもりなんですけれど、どうしても似通ってくる部分が出てくる。横の描くキャラクターはこんな感じだよねみたいなイメージが皆さんあると思うんですけれど、それはなんか僕が意図して出したというよりは、もうどっちかというと出ちゃった感じのものであって、本当はいろいろ毎回違う人間性のキャラクターを描きたいなというふうに思ってます。例えば前回はこういうふうにキャラクターを作ったから今回も作ろうではなく、オートマトの 2B であれば最初に見た目があって、そこからキャラクター性が生まれてるんですけれども、あれはもう一回やったので今度それをやろうとは思ってなくて、違うアプローチで作った方がランダム性が増すかなということで考える。もしかしたら声かもしれないし、もしかしたら性別かもしれないし、髪の色かもしれないし、それは今は分からないんですけれども、その取っかかりを毎回違うようにしようとはすごく思ってます。ドラクオンドラグーンでバイオレンスというかダークな話を書いて、レプリカントでは悲しい話を書いたんで、オートマタの時はそうじゃない何かを書こうと思って作り始めたんですけれども、特にその時に思いついたこととかやりたいことっていうのがそれほどなくて、気持ちを盛り上げるっていうお話の作り方自体はもうレプリカントでやったから、そうじゃないもっと混乱するような話を書きたいなと思って書いたのがオートマタでした。一番最初にいろいろ考えてる中でお話の骨格として出てきたのがボーヴォワールっていうキャラクターで、ステージ上で着飾ってるでっかい歌う女の巨大なロボが出てくるんですが、そのロボが、レプリカントだとそのこちら側プレイヤーが共感できる理由があって戦ってるんですけど、もう全然共感できない理由がある。すごい男の人に捧げるために自分を死体で飾るみたいな、本当にその自分には分からないキャラクター造形っていうところを入れて、共感できないながらもトラブルが起き続けてるっていうことをトマタの時は意図的にいろんなところに入れて、ちょっと自分自身もよく分からない話っていうのを目指しました。
思い残したこと、やり残したことっていうのは個人的にはないというか、正確に言うとやりきったと思ったことも特になくて、作業に近いんですよね。例えばちゃんとしたお話を作るのって粘土で立方体を手で作るみたいな作業に似てて、もうずっと立方体をこう作ってるんですけど、なんか見ると歪んでるような気がするから、手で作ってるのって歪むんですけど、こっちを直していやこっちから見るとこう歪んでるなみたいなことをずっと繰り返してる作業で、いつまでたっても歪んでるように見えるんですよね。でずっと歪んでるように見えるからずっと直してて、ある時に締め切りが来てその作業を止められるっていう感じで、その瞬間はこれで一番なんとかなったかなと思うんですけど、後から見るとやっぱり歪んでるように見えるんですよね、自分が作ったものが。で3年後とかに見るとやっぱりこれ結構立方体だなみたいな気持ちがコロコロ変わる。だからこれが完全な立方体だ、完全なシナリオだって思えたことは当然一度もないんですけれど、後から見てこれはこれで頑張ったよねって思えることは結構あって、そういう意味では何かをやり残した、あれをやっとけばよかったっていうのはあんまりない感じですね。無限に時間があって無限にお金があれば無限に作り続けちゃうんで、どっかで立方体を作る、箱を作る作業を止めないといけなくて、その時がたまたまそのタイミングだったっていう、そうやって納得できないまま時間が来て出来上がって、それがその時はもういじれなくなるんだっていう寂しさはやっぱりあると思うんですけれど、そういう意味ではやり残したから次に何かやりたいっていうのもなくて、常に毎回ゼロからお話のそういう立方体をきれいに作っていくっていう作業を始めてるっていう気持ちですね。書くのを教えるっていうのって僕はすごい簡単だと思ってたんですけど、うまくいかないことが過去すごく多くて、これでこうやってこうやればいいよねっていうことが伝えて書いてもらうとやっぱり違うんですよね。で、いろんなことに目を配らないといけないんですけれど、大雑把に言うと1から10までこういうのをやってねっていうふうに言っていくと、そのうちのいくつかが取りこぼしちゃうというか、書いてるうちに忘れちゃう。取りこぼしてるやつはここが穴が開いてるよっていうと、それを書き直すと別のところが穴が開くみたいな、そういうことが結構多くて、常に全体を見て穴を塞ぐっていうことがなかなかできないなっていうふうに思ってるんですけれど、結局は個人的な好みでもあるので、もしかしたらある側面で見たらこの人が書いた文章はすごく価値があるものなのかもしれないなっていうことを最近思ってて、ただそれを僕がいいと判断できないから、だとしたら教えるってどうすればいいんだろうっていうすごい悩み、自分がわからないけど価値があるものを書いてる人っていうのはどう発見すればいいんだろうっていうのが最近よく考えることですね。執筆における横尾らしさ、最大のポイントはすごい書くのが遅いっていうところだと思うんですけれども、そこのコツがあって、単に遅いと書かせてもらえないとか弾かれて自分が書けないような状況になるんですけれども、僕すごいずるいんで、僕が書かなきゃいけない状況なんだけど僕が遅れるみたいな状況を作り出すのがうまいんですよね。最初のうちは調子よく書いてる体を見せて、途中からどんどん遅くなっていくみたいな、それが僕自分でも思うんですけど、ずるいけど僕の執筆メソッドだなって、それで時間を稼いでより良くしようって頑張るっていう、プロデューサーが聞いたら激怒しそうな話ですけど。